ちは、レノンです。私は現在65歳。息子2人は自立して、トイプードルの太郎と2人暮らしです。私が59歳の時、2020年のコロナ禍の世界中がシーンとなっていたひどい状況です。志村けんさんが亡くなった直後の頃、がんで闘病中の夫が亡くなりました。病院は面会もできず、重い病気の方はどれだけ寂しく生きる気力をなくしたことでしょう。夫はすべての治療を拒否して自宅で私たち家族と過ごすことを選びました。自宅へ戻って17日目に行ってしまいました。17日間は宝石のような日々でした。お葬式が済むまでは張り詰めていたため、淡々と時間が過ぎて職場復帰もできました。仕事中は考える時間がないので業務をこなすこともできましたが、仕事が終わって車に乗って走り出した途端、涙が吹き出して止まらなくなる。家に着くと、まるで小さな子供が泣くかのように声を出して泣く日々が続きました。太郎も溺愛してくれた夫を亡くして悲しみの中にあるのに、私がそんな状態でご飯を食べなくなってしまいました。それから赤ちゃんの時からしたことのなかったぬいぐるみのおっぱいを吸う行動が始まりました。赤ちゃん帰りのようです。私は一月ほどで声を出して泣くことはなくなりましたが、それからも毎日毎日涙を流す日々は2年半続きました。悲嘆回復プログラムという大学の研究治療にも参加しましたが、私には効きませんでした。2年半の間は全く外へ出たくない、誰とも会いたくないというような状態でした。そしてやっと大好きだった読書から始めようと図書館で時代小説を借りたことがきっかけで、時代小説にのめり込むようになりました。特に戦国時代の武将の生き様や女性たちも命を懸けて強く生きている姿に魅了されるようになりました。そして5年目にして初めて関西へ一人旅をすることができました。真田幸村の足跡をたどる旅です。どこへ行くにも夫と一緒で、一人で出かけたことのなかった私としてはすごい進歩でした。この旅が大きな自信につながりました。ただ、太郎をペットホテルへ預けることはとても厳しくて、ストレスで宿泊中はご飯をほとんど食べず、水も飲んでいない様子でした。そんな時にインスタで67歳の女性がワンコを車に乗せて車中泊で日本縦断をしている投稿に出会いました。衝撃で、私にもできるかもしれないと勇気をもらいました。車を手放して数年が経っていて、運転に自信がなかったので、まずはレンタカーで往復6時間の日帰りドライブ旅をしてみました。それからおよそ3ヶ月かけて車中泊できそうな安い軽自動車を探して、車中泊 YouTuber さんのチャンネルをたくさん見て、生まれて初めて DIY しました。ベッドキットや車内用のテーブル兼収納作りなど、何度も失敗を繰り返して毎日準備に明け暮れました。そしてやっとなんとか形になりました。初めてのお試し車中泊は茨城県古河市にある道の駅枕ヶの里古河でした。最初は太郎も落ち着かなかったけれど、ご飯ももりもりで夜は私より寝ていました。
2度目は群馬県高山村にある道の駅中山盆地。満天の星空が見えるところです。太郎は夫が亡くなってから久しぶりのドッグランで大喜びでした。2度目になると狭い車内での動き方も少し慣れてきました。まだまだ工夫はありますが、これで太郎と一緒にどこへでも行けます。5年という月日は長いようで、立ち止まったままの私には一瞬のようでもありました。悲しみが消えたわけではないけれど、隣にいる太郎のぬくもりが私に前へと教えてくれた気がします。そしてこれから自分の足で歩いていきます。ご視聴ありがとうございました。